私は初期の乳がんであることが分かりました。乳がん検診で異常が見つかって、再検査になってから今日まで5日間のブランクがあったんだけども、その後5日間の間乳がんだったらどうしようとかそういうこと考えてたんだけども、なるべく考えないように意識をしていました。で結局ね、その結論から言うと、私は初期の乳がんであることが分かりました。幸いなことにまだすごく早いレベルでそのステージが進行してるわけではないんだけれども、率直に言うとすごくショックだった。先生からその結果を聞かされてる時とか、なんかもう心ここにあらずっていう感じで、先生が言ってることは頭では理解できたんだけれども、気持ちがついていかなくて、動揺してるんだけども、どっか他人事というかショックだったし、涙も出たんだけど結局はでも実感が本当になくって、なんか自分のことじゃないみたいな。私の診断された DCIS とは Ductal Carcinoma in situ の略語で、非浸潤性乳管がんのことです。非浸潤性というのは、今の時点では乳管の中にがんがとどまっている状態で、管の外にはまだ出ていない状態のことを表します。幸いなことに早期発見だったため、まだステージ1未満のプリキャンサーと診断されました。今朝起きて気持ちにちょっと変化があったっていうか、乳がんにはなったけれども死ぬわけじゃないし、私よりもひどいシチュエーションにいる方なんてたくさんいるわけだから、もうできるだけにポジティブに捉えていこうっていう風にマインドをちょっと切り替えることができました。そんなに言うほど大したことないでしょって自分で思えるようになってきたので、それはちょっといい前進だったかなと思いました。病院選びって本当難しくって、病院選びを間違えてしまうとやっぱりその後の歯車が狂うっていうか、私は、胸をできれば切りたくない、みんなそう思うと思うんだけども、だけれども胸を切らなければならないプロセスになった時に、その再建をする時に腕のいい先生がその病院にいるのかどうか、プラスティックサージョン、形成外科優れた先生なのかどうかって、そういうところも結構もう視野に入れて病院を選ばなきゃいけないなと思っているところです。Oh, hi, how are you? Sorry, I don't know how to explain, but I'm on a stage where, yes, that's very important for me to know. Email, right. So just take photo and then just send it through. Yes, I've got a referral as well. Okay. Yes, I did. なんか保険があっても20,000だから200万、約200万ぐらいの、もしかしたら保険適用外の費用が発生するかもしれないって言われた。そんなの無理。なんかすごく前向きに受け入れられていて、自分でねどうにかできることじゃないしねっていうふうに思っていて、病院でアポが取れたので、その先生と合うか合わないかっていうところと、あと費用的な問題が自分の条件と合致するかっていうところと、その先生の治療方法の方針だとか、そういうところっていうのをちゃんと聞いてきて、果たしてこの先生に身を委ねていいのだろうかっていうところをジャッジして、そこまでできたらいいなと思ってます。さっきね初めてのドクターアポから帰ってきました。結論から言うとすごくいいドクターに出会えた。本当にこれは嬉しい。 DCIS というがん細胞を発見されて、放置していたら、乳がんになりますという、いわばその乳がんの種みたいなステージ1未満の、プリキャンサーということで診断されていて、これからやらなければいけないこととして MRI があって、乳房の全摘、そしてその後放射線治療、大体はこういう流れでいきますっていうふうに言われてたんですね。もしかしたら乳房を全摘しなきゃいけないんだみたいな恐怖心
と戦ってて、診断を受けてから今日のドクターに会うまで1週間ぐらいあったんだけども、ちょっとやっぱり不安な日々を過ごしていました。そうでも今日ドクターに会って、あなたのその DCIS の程度っていうのがそこまでではないと、前回組織をちょっと取ってテストに回した時点でもしかしたら全て取り切ってしまった可能性があるっていうふうに言われたんですね。そんなことあんのと思うんだけど、テストでだって回すってサンプルなんだから、そんなごっそり持っていくわけじゃないでしょって素人歓迎としてあったんだけれども、どうやら私ぐらいのレベルだったらそれで全てを取り切ってしまうことっていうのもあるらしいと。発覚してから3週間目にして手術が行われるというスピード感、すごいなんか私の今の状況の場合、これをたとえ5、6週間放置したところで別にそれが悪化することっていうのはないらしいんだけれども、やっぱりその長いウェイトっていうのは精神的にも良くないし、やれることはちゃっちゃとやっておきたいし、だけどなんかもう思ってたよりも速いスピード感で、その最初のね初日1日2日とかは本当に、やっぱり自分の中でメンタルが結構ぐちゃぐちゃになってたけれども、だけどもうなんかね、もうあとはもうスピードに乗るしかないし、もうあとはもう MRI と手術しか残ってないので、それをとりあえずこなそうと思ってます。Hello, hi. I've got an appointment for my MRI. Do you have any previous films or? Ah, yes, I do. Or a previous report do you have? Film I forgot to bring it. Can I Here give we you go. it again? One you gave How me. can I forget? Oh, I'm sorry. Can't believe myself. This please. シャークフィン。そう MRI はすごい不思議な体験だった。水いっぱい飲んだ方がいいよというアドバイスをさっきもらいました。そうだからね、水いっぱい飲まなきゃいけないんだけど、水持ってきてないよ。メンタル的な面なんだけれども、不思議なことになんか私自分の生き方とかそういうことについてちょっと今考え出してる。自分がどういう人間でありたいのかとか、5年後の自分はどういう風になっていたいんだろうかとか、そういうことをなんか具体的にすごく考えるようになっていて、なんか今回のことが命っていつまでもあるものじゃないな、そしてそのなんていうかエンドっていうかねはいつ来てもおかしくないんだなっていうのを改めてすごく感じたんですよね。クリアな5年後のビジョンっていうのを描きたくなって描かなきゃいけないなって思うようになって、忙しい毎日に紛れて自分の内面を磨いていないなっていうことをなんかすごく感じるんですよ。最近全然読めてなかったんだけど、本とかまた読むようにしようと思って、そう別に本を読んだから何が変わるってわけではないんだけども、もうちょっとインプット、どうでもいいような情報じゃなくって、なんかこう自分の心に残るような、そして自分の思考を変えるような何かこう貯蓄が欲しいなって。なんでこんな話してんだろうはい、なんかそんな感じです。これなんかリアが食べたやつみたいな。これリアキャンプの時食べたやつ。全く同じ。全く同じ。おいしい？それでさ、リア、ちょっとミラにママちょっとお話があってね。お話食べながら聞いててほしいんだけど、いい？ママね、おっぱいの病院行ったでしょ。実はね、がんが見つかったの。何のか？おっぱいに。だから？それでね、ママね、今週の金曜日に手術になっちゃった。それで？なんで笑ってんの？り？笑ってない
ないよ。なんで笑うわけないよな。なんで笑ってんの？笑ってない。なんで笑ってんの？面白い？面白い？ママ手術するの面白い？ママの言い方がこうやってまあいいね、ハッピーならママは嬉しい。Is your character Laura? No. Is your character? Is your character? Rachel. No. We're losing. Stop asking that question. 部屋着 T シャツと、長ズボンとあと下着類、ハンドクリームと日焼け止めとあとリップとリップクリーム、鏡代わりに使っている日焼け止め、病院がうるさかった時のために退屈防止セット。一応予定では入院なしの当日退院。すごいでしょ。全身麻酔をするのに入院をしないで即日退出。さすがオーストラリアって感じなんだけども、比較的荷物は全然少ないです。なんだけど私ここでちょっと教訓があって、2年前にね倒れちゃってね、救急車で運ばれたことがあったんですね。救急車で運ばれた時はもうリップクリーム一つ持ってなくって、もしものことがあって、1泊しなきゃなんなかったりとか、そういう時のために最低でも1泊分の、チェンジとあとリップクリーム、もう本当にこれがなくて辛い思いしたし、あとハンドクリームね、これも本当に辛かった。暇になったりとかすると嫌なので、暇な時間に本でも読めたらいいなと思ってます。なんか結構のんきな感じだけど。おはようございます。術後翌日です。ちょっと思ったよりも全然動けないでいます。手術が終わった翌日にはもう通常運転、普通の生活になると思ってたんだけど、全然そんなことなく、歩くとその振動ですごく胸が痛いっていうのと、その麻酔が切れた後の痛みっていうのに備えてたんだけど、思ってたほどその術後の麻酔が切れた後の痛みみたいなものは思ってたほどなくって、ここから7日間は運転もできないし、重いものも持てないし、エクササイズもできないしっていう感じで、もう本当にねだだ様々って感じで全てお願いして、私は本当に怠惰な生活を送らせていただくことになりそうです。いやもう本当昨日は全身麻酔で注射を入れられて5分ぐらい経ったらもう意識がこう遠のいていくんですよね。で本当にある瞬間でプツッとその意識が遮断されて、次に起きた時にはミクみたいな、なんか本当ドラマの世界。全然私目が開けられなくって、多分看護婦さんは私が寝てたベッドを使いたかったなと思う。それは分かってたんだけど本当にとにかく動けなかった。でも本当に家にその後帰ってきて手厚くケアしてもらったので、だから本当帰ってきてよかったなと思いました。で家に帰ってきても麻酔は半分切れた状態で、頭はもちろん回ってないし、もう眠いし倦怠感がすごくいいので、昨日はもう家に帰ってきたのが
2時ぐらい2時半ぐらいか。でもその後ずっと寝続けて6時まで。すごいわ。私が手術を受けるってことを分かってた友達とかに本当に温かいメッセージをみんな送ってくれてね、早く返信しなきゃ死んでると思われちゃうと思ってこう急いで返信しようと思ったんだけど、とてもじゃないけどできなくて、今日も一日だらだら過ごしたいと思います。最後に今回かかった費用を公開します。プライベート保険加入の上で実費は1056ドルでした。これが私の約30日間にわたる記録でした。術後2週間を過ぎてようやく日常の生活のルーティンができるようになってきて、家で筋トレもできるようになりました。全くがんについての知識がない中で、がんになるイコール死ぬみたいなところがあったりして、本当今はねそんな時代じゃないのは分かってるんだけれども、とにかく本当に知識がないので、どうして私ががんになったのかが分からないっていうそんな気持ちでいっぱいです。よく言うじゃないですか、そのキャンサーサバイバーとかね。もし私が誰かにキャンサーサバイバーですって言われたら全然ピンとこないと思うんですよね。確かに私はアーリーステージだったとはいえがんではあった。なんだけれども本当にがんだったんだろうかみたいな、自分のことなのに自分のことじゃないような実感が全く未だにないです。手術をした今でもないです。だからねっていうのもあれだけれども、私のように無症状で無自覚でそれで蓋を開けてみたら、がんの初期ステージでしたっていうようなケースって絶対たくさんあると思うんですよね。なのでここ数年検査に行ってないなっていう方がいらっしゃったら、ぜひぜひ早くに検査をしてみてください。私の周りでも実はその50歳になってないのに乳がんの私と同じ状況になって、手術をした子とかもいるので、40代50代っていうのは本当に発症しやすいというか、その発症しだす年齢ではあるんだなと思うんですよ。がんになってしまったっていうことで何か理由があったんでしょうかっていうことを聞いてみました。乳がんになるっていうことには全く理由がないと。生活習慣によるものでも何でもなくって、今後だから生活習慣を改善したところで再発はするだろうし、しない人はしないだろうしっていう、本当にこれはもうラックでしかない、運でしかないっていうふうに言われました。7人に1人とか10人に1人とかって言われてるので、確率の問題だっていうふうに言われたんですね。なんかこう宝くじ、良くないバージョンの宝くじ、ロシアンルーレットのような感じだと思っていて、いつ何時誰ががんになるかなんて本当にわからないと思うんですよね。だからやっぱり定期的に検診を受けるっていうのはすごく大事なんだなっていうふうに今回改めて思いました。そしてね、今回こうやって一連のこの騒動があって、で私今回すごく自分の周りにいる人の愛情をものすごく感じたんですね。本当にみんな精一杯気持ちをくれて、精一杯私のことをケアしてくれて、本当にね、なんかもう感謝をしてもしきれないっていう気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。この場を借りて言わさせていただきます。ありがとうございました。自分の家族のためにも、周りの私を大事にしてくれる人のためにも、自分は本当にいつまでも健康でいなきゃいけないなってすごく思いました。50代ももう目前なので、50代、私12月に誕生日なんですよ。だからもうすぐ47歳なの。怖い。こんなこと言うともうすでに50歳の方から反感を買ってしまうかもしれないんだけども、悪気なく言うと本当に50歳になるのが結構怖い。これは結構正直な気持ちであります。よくね言うじゃないですか、年齢は数字だから私は何歳になろうが気にしないみたいな。私全然そんなことなくて、やっぱり本当に数字は気になるんですね。ただ健康でさえいればやっぱりどうにでもなると思うんですよ。寿命じゃなくって、自分で動ける年齢、その可動域みたいなものを伸ばせるように、元気で楽しい毎日が過ごせるように気をつけていきたいなと思ってます。はい、ということで今回の動画は以上になります。今回の動画がちょっとでもためになったなと思う方がいらっしゃったらグッドボタンと、チャンネル登録をよろしくお願いします。でも私のこのチャンネルは普段はこのがんについての発信をしているチャンネルではなくって、普段はもうちょっとライトな大人の美容とか、私の海外生活、オーストラリアでの生活をお届けするチャンネルになっているので、それでもいいよっていう方がいらっしゃったらチャンネル登録よろしくお願いします。
それでは皆様また次の動画でお会いしましょう。また次の動画は通常運転でやりたいと思ってるので、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね。